アップサイクルについてお話しします。もうした方がいいかもねみたいな感情からもう一度ちょっとこういうことやってみようかなと思って始めてみました。撮影お願いされてデザインが書いて、予算がないから一から作れないから古着屋でカスタムして作ろうかなっていうデザイン画をわーって何十万も書いてるんですよ。そしたらその仕事が予算がないっていうとボツになって、ポツンってこうデザイン画だけがあったので、やってみようかなって古着屋さんに行ったんですけど、古着屋さんがちょっと高いなと思って、一緒にハプニングをやっているデザイナーの子に相談したら、倉庫があるのでご紹介しますって言われて行ったんですよね。倉庫っていうかゴミ捨て場、洋服のゴミ捨て場でこんなにあるんだっていう、なんかこう物のパワーにびっくりして、ここでちょっと探させていただいて、ゴミになる前のアイテムを見つけて次やってみようかなと思ったのがきっかけです。これ1回目です。これ第1号だと思う。一点もなんですよね。私はデザイナーでもないので、こういうふうに服を一個ずつ解体してもう一回組み立て直すみたいなのはすごい楽しくできる。今こういうゴミをこう見ていると、このゴミを作る責任を取りたくないってやっぱ思っちゃうんですよね。新しく作る自信がないのに作ったとしたら、このゴミになる可能性が高いものを世に生み出すみたいな気持ちになってしまって、それだったらこのゴミになってるものをもう一回再構築して、皆さんもう一回いかがですかってお見せする方が性に合ってる。評判が良かったのがすごい良かったなと思って。こういうアップサイクルやってるブランドがすごいたくさん増えてきたんですね。イベントとかに呼ばれていくとアップサイクルだけのブランドがたくさんあったりとかして、わあこんなのもあるんだと思うんですけど、いや皆さんすごい増えてるのはいいことだし、こまめに一個ずつ作って、やっぱり一個ずつしかないから、ファッションはそういうことを考えていかないといけないジャンルにもうきちんと入ったので、次は売り手側、例えばデパートとかの意識が変わらないと在庫の B が減らないっていう、 B って B 品のことです。食べ物の B は今すごいいろんな加工に変化できたり、消費者も B でいいですよっていう人も多いけど、服の B を作ってるのはデパートとか百貨店なんですね。 A から B のこれがもう分かんないじゃんっていうやつも多いので B にされちゃうので、それをセールで安く売ってますけど、本当は納品してお金になるべきものだったわけなので、作り手側としてはそこら辺の B の感覚の変化が必要であると。物を作って輸入して入ってきてってやってるところにはいろんな人がこうたくさん関わっている人たちのお金がどんどん少なくなっていくわけだから、デパートとか百貨店の考え方ももう少し柔軟にならなければいけない時期が来ると思う。だからもうすぐそこまでいけばファッションの B に対しての緩やかなこう許可みたいなのがあって、フェアトレードもできるんじゃないかなと。これね、去年の9月に始めて1年目、1回で10着できるかできないかなんですね。1回イベントで自分のお洋服やおばあ様やおじい様の大事なお洋服をもう一回アップサイクルしますよっていうのをやったんですけど、そういうのの感動の方がよくってすごい大きかったんですね。おじい様が着てたスーツを私が着たいんだけど、こういうふうにデザインし直してくれませんかって言われて、おじい様のものを解体して詰めて、こういうスポーツジャケットをつけたりとかしたんですけど、なんかすごい感動してもらえて、引き継いでいけるものを作れたりとかすることが、なんて気持ちがいいことなんだろう。捨てられない人っていうのもたくさんいるので、それを組み立て直してもう一回こう提案して差し上げる時に良かったみたいなことも多いので、物を大事にしている人たちとコミュニケーションが取れて、もう一度喜んでもらえるっていうことにつながったので、良かったなと思って。
こちらも気持ちがいい、うん、